Hello，大家好，欢迎回来 Elson 说日本。那今天呢，演说的观众们都知道，现在呢，我是在蒙多 k 尔一个日本人聚集非常多的一个地方，韩国人其实也是聚集非常多的一个地方。但为什么我今天在这里呢？是因为我约了我一个日本朋友，一位带着孩子的漂亮妈妈。其实呢，她就要离开了，这也是为什么我今天去找她的原因。那大家也知道，其实 Elson 呢，基本上都只会采访一些在马来西亚待很久的，或者是长期待的日本人。那为什么今天呢，我会找这一位才待了几个月的这个日本妈妈呢？来，我们去听一听。终于到了，终于到，找一下我朋友。哎，有了。ひろみです。日本の茨城県から来ました。今マレーシアに来て1ヶ月ちょっと経ちます。今マレーシアで、娘と来てるんですけど、娘のインターナショナルスクールに通わせたくて来てて、私は特に何もしてないです。来週帰国します。もう戻ってこないんですか？いや、戻りたいんですけど、やっぱビザが結構難しいんで、就労ビザか MM2H を取れればな。マレーシアのことはいいことの方が多いけど、やっぱりその気候も安定してるし、日本って結構寒暖差すごくて、そうね。すごい体調を崩しやすい。なんか筋肉も緊張しやすかったり、だるさ、疲れが出たりとかするんだけど、そういうのがないかも。人がいい。めちゃくちゃ人がいい。なんか多民族だから、日本人が来ても、ウェルカム受け入れてくれるし、みんななんか挨拶がすごい。例えば歩いててもみんなハイとかやってくれるし、日本じゃ絶対ないから、近所の人ならあるけど、けどその辺で街でグッモーニングはないかな。子供にめちゃくちゃ優しい。みんな子供が大好きみたいな感じだから、外食した時とかもみんなもうハグが抱っこしてくれたりくれる。遊んでくれる、ずっとあやしてくれたりとか、こっちはゆっくりご飯食べれるから、店員さんがみんなずっとあやしてくれる。ありがたいよね。ありがたい。で、抱っこして厨房とかキッチンに連れてって、なんかアイスとか与えたりとかしてて。そういうのは日本はないよね。絶対ないし、子供がダメなお店が少ないかも。逆に日本は結構あるんですか？結構ある。子供を連れ子供てダメ。多い。やっぱちょっと敷居が高そうなところは、うるさくしたらダメとか、小学生以下はダメとか。ご飯が美味しい。めちゃくちゃ美味しい。もう全部、いろんな多民族が多いからなのか、いろんなジャンルのご飯が楽しめるし、飽きない。ご飯は絶対飽きないと思う。それは家問題。家のトラブルがもう私としては一番辛かったかな。もう初めてマレーシアに来た初日に住んだコンドミニアム、家、アプリで探して撮ったら、そのエアビーで撮ったんだけど、そこの人がWhatsApp の番号を交換して、この部屋は空いてないから、別の部屋だったら空いてるから、直接メールちょうだいってメールが来て、よくないよね。で、そこで私は分からなかったから、分かりましたって言って WhatsApp、LINE で何個か部屋が来て、どれがいいって金額も書いてあって、3つプランがあって、3800リンギットの方がめちゃくちゃなんか綺麗で大きかったから、じゃあこの部屋にしますって言って、そこにしたの。いざ行ったら、めっちゃ古くて汚くて、小映えが超多かったりとか、あと床が真っ黒。もう拭いても落ちない。そしたら、洗面所が水浸しだったの。何これと思ったら、その戸棚下開けたら水漏れしてて、で、プラス、こっちの人ってホースがついてるじゃん。あれも水漏れしてた。で、水浸しだったから、それ言ったの、そのエージェントに。直すねって言って直してもらったんだけど、なんかもう、白いなんかやつをペペってつけて、すぐ帰っちゃって、これ治るのかなと思ったら全然治ってなくて、まだずっと水漏れしてたから、また言って、治ってないって言ったら、治ったんじゃないのみたいなこと言われて。治ってないよって言ったら、ごめん、ソーリーみたいな感じでまた来てくれるんだけど、その間に時間も取られるし、経営者の人は時間に超ルーズだから来ない。時間に。1時に約束してたのに来たの6時だったりとか、渋滞に巻き込まれちゃったとか、事故に巻き込まれちゃったとか理由なんかつけてきて。で、その間ずっと家にいるしかないから、みたいな。それで、結局直してくれたけど、もうこんなにずっと使えないし、その間洗面所使わないでって言われてたから、
洗面所使えない状態うんが続いてたから、1週間とかもそんなだったから。で、そしたら最終的に今度は、キッチンが水漏れした。キッチンも水漏れし始めて、もう水漏れ問題が半端なかった。でそれも結局直してもらったけど、もう嫌だなと思って返金して、違うところ引っ越しますって言ったら、まあそれもなかなかね、うまいように進まず、違う部屋を提案してきたりとか、また探して、今のところに引っ越したんだけど、3人エージェントがいるだから。でも最後の人はまだいい人。めっちゃいい。中華系の人なんだけど、めっちゃ仕事してくれるし、はいすぐ対応してくれるし、2回目に引っ越したとこも Airb で使って、そこも直接やり取りした方が、その Airb の仲介手数料かかんないから直接やり取りしようって言われて、直接やり取りしちゃったんだけど、だから本当契約書も全くなし、だからトラブルの原因だったから、そういうのは必要だなって思った。今度の家は、うん。乾燥機が使えない。確認したのに、あるよって言ってたのに、使えなくて、それを言ったら、乾燥機はあるけど、機能してないよって言ってきて、みたいな。使えない乾燥機いらなくないそうそう、じゃあどうするのって言ったら、自分でその洗濯物を干すやつ買って干してって言われて、だから自分で買ってロープとか買って部屋干しするしかなくて、干して返金もちゃんとしてもらったんだけど、前の家も。その返金してもらったお金でそこを借りたんだけど、乾燥機問題だけじゃなくて、今度 Wi-Fi もめちゃくちゃ繋がらない。Wi-Fi も悪いし、で、挙句の果てには、その Wi-Fi 使えないよ、通らないよって言ってもスルーだった。その人はマレーの人で、ちょうどハリラヤの時期が来ちゃったから、マレーの人のハリラヤの習慣はホリデーだから仕事しないじゃん。その間に冷蔵庫が今度壊れちゃって。どんどんめっちゃ壊れてるじゃん。そう、どんどん壊れてって、で、冷蔵庫が使えなくて、中のもの全部カビちゃって、それで、もう5日間ぐらい経っちゃったから、もうそれでメールしても、いや、ごめん、ホリデーだから、みたいな。また明日ね、みたいな感じで対応してくんなくって、じゃあもう私は返金してって言って、もう家出てくからって言って、そう、それ分かったって言ったのに、で、そんでまた違うエージェント、3人目のエージェントを捕まえて、また引っ越した。けど、ただ今度はその前の2番目のエージェントが返金してくんなくて、そこでまたトラブル。もめトラブル。電話も出ない、メールもしかとずっとしてくるから、うん。めっちゃどうしようと思って、ほんとマレーシア嫌になっちゃった、それで。騙されたと思って、やられたな。そうだよね。ちょっと申し訳ないなって思うけど。そう、それでちょっと、もう本当日本帰りたい。絶対こんなトラブルはないし、仕事もやっぱすぐ来てくれるし、まあ、その返金の問題も、そんな適当には絶対しないのに、電話出ない、メールも返さないわ、もう不安しかなくて、眠れなかったもん。その日はちょっと、騙されたと思って、4900リンギット、そのうちの500リンギットはデポジットだったんだけど、でもデポジットは返さないって結局言われて、でもそのエージェントとやっと連絡が取れて、めちゃくちゃメールで、ポリスレポート書くから、みたいな、脅したこっちも。脅しではないけど、本当に警察に相談しようと思って、この詐欺被害を。で、ポリスレポート書くよとか、これから、日本大使館行って、あなたの子たちを詐欺罪でちょっと訴えますみたいなことをメールで書いたら、返信がやってきて。そう。それで返してくれるっていうから、なんだかんだいろいろごちゃごちゃ。あれ、でもさっきまだ戻りたいって言ったじゃん。戻りたいけど、そのことを思い出すとってなっちゃうね、また。それがなかったらめちゃくちゃ最高かな。エージェント問題は非常に大きいと思う。本当に家問題で、私が特に家トラブルが多かったから、あんまりないよって言われた。そういう話したらあんまりいないでしょ。みんなびっくりしてた。そう。私多分やばいだと思う、結構。個人でやりとりじゃなくて、ちゃんと Airb を使えば、そうだよね。そんなにもトラブルないと思う。トラブルが多すぎて、ダメだったね。でもまた戻ってくるかもしれないよ。そう、こっちでビザを取れたら。今ビザ取れるのがどんなビザを取れるの？就労ビザと MMTH のみ。私たちは。社員は取れないから、ビザが。就労ビザはどんな仕事ができるの？ほとんどコールセンターかな。のみ。英語力がないから、そっかそっそう、か。日系のコールセンターで、もう8時、5時のシフト、集合。じゃあ8時、5時の仕事をしたら、ココナはどうする？そう、そこが問題。だからもう、保育園も7時から6時までしか見てくれないから、送り迎え、そう、渋滞がすごい、マレーシアが。悪いところだね。
うん、それ僕も思う。そう、その渋滞があるから、送り迎えはめっちゃ大変。1時間以上はちょっと見とかないと迎えに行けないから、6時以降は追い出すって言われた。難しいから、お手伝いさんを雇うか、ピーシッターじゃなくて、お手伝いさんを探して雇うか、したらほら12、3万ぐらい多分かかるから、給料半分は持ってかれちゃう感じかも、給料。でも今、私仕事が、日本ではヨガのインストラクターやってるから、それのヨガの仕事を、うちの日系のスポーツジムでやろうかなって思う。どこまで進んでるの話は。次面接来週。あ、そっか、来週か。帰る前に。そう、はい面接して、そこでビザがもらえたら、ここでお願いするけど、多分、就労ビザって正社員じゃないともらえないから、多分正社員では難しそうなの。パートっぽいから。でもパートだとビザもらえないじゃん。そう。だから、MM2H のみになっちゃう。だから給料のほとんどは全部税金で持ってかれるよ。そうね、それ確かに。日本は。確かに。収収入1000万だったらもうそう20何パーセントだ。住民税と、そうね。固定資産税と、あと何税だっけ、所得税もそうだし。年金、まあ年金は税に入れないか。いや、年金は強制だもん、結構。まあ強制だよね。それはもう仕方ないよね。うんうん。そうだね。結構もう全部引かれちゃうから。だからマレーシアの方がいいよね。税金ないじゃん。マレーシアは税金ないのがめっちゃいいよね。で、もし MMSH だったら、ここに収入は月々150万円がないと取れない。これない。こんくらいですよ、皆さん。5万リンギット、だいたい。5万リンギット。月々5万リンギット、ちょっとすごいな。やばいよね。でも会社なら、そんくらいがないとちょっとまあね難しいじゃない？日本人はだいたいみんな少なくても。一般の人もこれで来てるってことだから。まあそうね。例えば、そうよねコールセンター、なんか経験あるの人でも、まあ経験あるね。経験ある人は少なくても1万くらいあるから、1万リンギット、月々。1万リンギッ30ト。万、30万。ああ、そうね。30万くらいあるから、まあでもそれも経験によるなんだけど、まあでもそんくらい。はい、あとまたシフト制のやつ、夜勤もあるやつだったらもっともらえる。1万2000とか、1万3000とかもういける。でもそんな働きたくないな。もちろんもちろん。それはわかる。子育てしながら一人でそうね結構大変かも。もうちょっと大きくなったら余裕が出てさ、全部一人でやってくれるからできるかもしれないけど、まだ2歳、3歳でフルタイムでは働けないかも。マレーシアで月々5万くらいが作られるのが一番いいんだけどね。税金そんなに払えないし、もしなんかその取るために、なんかひろみさんをなんかその給料を会社の方にまあ入れて、給料をもらえる形になると、税金はちょっとやばいですよね。Driving? Someone has to drive. Oh my goodness.